こんにちは。今日は最近リアルに使ってる手帳の中身を紹介していこうと思います。最近は手帳の中身の動画全然上げてなかったことに気がついたので、今日はどういう風に使ってるか紹介していきたいと思います。最近ちゃんと使えてるなっていう手帳はこの4冊です。トラベラーズノートとプロッターの M5 サイズ、あとこれはほぼ日カバーにセリアの368ページノートを入れたもの、あとは無印良品の A5 サイズのリフィルノート。この4冊は自分でもちゃんと使えてるなって最近リアルに使ってる手帳です。じゃあ1冊ずつ紹介していきたいと思います。まず1冊目、これは持ち歩き用の手帳にしているトラベラーズノートパスポートサイズの色はブラックです。前まではこっちのプロッターを持ち歩きの手帳にしてたんだけど、最近引っ越しをした後にこの薄いプロッターだと持ち歩きにちょっと足りなかったのでトラベラーズノートにしました。今こんな感じ、何倍 ?3 倍ぐらいはありそうな感じになってます。で、普段はこの私の今ハマってるストレイキッズのシーグリのグッズのポーチに入れて持ち歩いてます。これ巾着ポーチ、割とちゃんと閉まんないけどサイズ感はぴったりなので気に入ってます。で、こんな感じで持ち歩いて使ってるんだけど、中身は M5 サイズのリングと、あと小さい手帳とリングノート3冊入れて使ってます。このチャームは私の推しのアイエンくんを動物化したキャラクターのチャーム。これ本当はスマホリングについてたんだけど、スマホリングが壊れたのでこのチャームだけ救出してここにつけて使ってます。かわいい。で、開けるとまずこんな感じです。ここにも推しがいる。これはまずここが M5 ゾーンです。クリアのジッパーリフィル、これの間に M5 のリングを挟んでここを M5 化して使ってます。リングは確か 11mm リングだったかな。プロッターのリング系と同じくらいの細さのリングをつけて使ってます。で、私はこのトラベラーズノートにゴムを2本に増やして使ってるので、最初の方のゴムにこのクリアのジッパーを挟んで、でこの M5 のリングはこの間にこのゴムを入れてるんだけど、ゴムを入れるだけだとぐらつくので、このリングの本体の裏側に両面テープを直接貼って、でここにくっつけてグラグラしないようにしてます。こっちの方がわかるかな。ここに両面テープでくっつけてます。最初はね、ちゃんとこの真ん中になるように両面テープでくっつけてたんだけど、使っているうちに自然となんかずれてきて、わかるかな。ここが真ん中なんだけどちょっと左側にずれてきてます。この位置がなんかこのリングにちょうどいいらしいです自然になんか自分がちょうどいいとこに動いてくれた。で、このジッパーの方を正面にしてて、ここにはガチャガチャでゲットしたこの犬の気持ちのアクリルチャーム、これに自分で推しの写真を入れたものを入れてます。ここはね、気分で変えます。で、このちょっと他につけたくなった時用に
ボールチェーンも一緒に入れてます。本当はねこのトラベラーズノートにブラブラつけたかったんだけどちょっと邪魔だったのでここに入れました。ここはこういうアクリル系のものを入れるように使ってます。アクスタが入ってる時もあります。であとはここがエムボリングコーナー。これは前に使ってたこのプロッターの中身をほとんどそのまま写したので中身自体はあんまり前と変わってないです。ここに推しのトレカをダイソーで買ったかわいいスリーブに入れて挟んでます。癒しコーナーめっちゃかわいいでしょこれ。とてもかわいい。とてもいいよこれは。でこのトレカコーナーの後ろはマンスリーが入ってます。これはアシュフォードの自分で日付を書き入れる日付なしのマンスリーをとりあえず12月分まで自分で日付を書いて入れました。 M5 のカレンダーが一番私使うので1年通して2024年分はこうやって手書きのやつをやってたんだけど2025年分はちょっといい感じのカレンダーリフィルがあったら買おうかなと思ってます。まだこの日付なしのリフィル来年分くらいまであるから別に手書きでもいいんだけどちょっとね他のリフィル使ってみたいなっていう風になってるので今いい感じの M5 のマンスリーのリフィルがないか探してます。ここがね1日から始まると5段だとこの31日まで書ききれないんですよこれ。だからちゃんとしたカレンダーで6週になるところはちゃんと6段になるカレンダーがいいんだけど今探し中です。あるかな。 M5 だとさこのスペースが限られてるから最後のところ23日と30日とでこうやって斜めになってるやつがあるイメージなんだけど6段になるカレンダー探してみようと思います。で今月のところにはこれもアシュフォードのブックマークを入れててこんな感じ。おたかつの予定しか書いてないんだけどでここに今月の重要なこと日付が重要になってくることはここにもメモを残してます。これは最近買ったダイソーの付箋です。この3サイズカラー付箋60枚入りで110円のやつ。これがね方眼がついてて使い勝手が良くて結構最近のお気に入りです。付箋自体の厚さも全然なくて薄いペラペラの付箋なので逆に幅を取らなくていい感じで最近お気に入りで使ってます。でマンスリーの後ろ側はとりあえずなんかやろうリストを入れてます。これは去年からやってるリストなんだけどその月にとりあえずできるできないやるやらない関係なくこれやりたいなとかこれ欲しいなって思ったことをとりあえずここに全部書いていくリストです。今月はね引っ越しをしてやることがいっぱいでおたかつもいろいろ行きたいなと思ってるので2枚になってる。こんな感じでこの使ってるリフィルはアシュフォードのなんだっけな小口が銀色のリフィル。この終わったリフィルこの後ろに入れてるんだけど見えるかな。こんな感じで小口が銀色になってるリフィルを使ってます。私今予定を書くところがこことあとこっちに入れてる手帳と2箇所3箇所くらいに分かれてるのでとりあえず書いたことは全部ここに
もう一回書き出してます。でこれしおりはこの薄いしおりを使ってます。こんなやつ。これはダイソーで買った極薄ブックマーク、ステンレス製の薄いやつです。これ意外と使い勝手が良くて結構お気に入り。ここにこんな感じでちょっとはみ出させて使ってます。でこのやることリストの後ろ側にはデイリーリフィルを入れてます。デイリーリフィルって言っても本当に雑に使うやることとか、あと荷物が来る時の予定とかやりたいこととかメモとか、そういうのを雑に使うリフィルをここに入れてます。これはセリアで買ったちいかわのメモ帳をここにリングメモだからリングのところがあったんだけど、そこを切って穴を開けて入れてます。毎日違う絵柄になるように並べ替えてます。こんな感じで、今日のところにはこれもアシュフォードの下敷きを入れててすぐ開けるようにしてます。これ今来たからチェックつけとこう。で今これ YouTube 撮ろうとしてるとこで、このインデックスなんだっけ、ブックマーク下敷きのところにはさっきのこのダイソーの付箋の中くらいのサイズのやつを貼って1週間の献立メモを書いてます。適当にその週作りたいもの書いたり、曜日日付書いて予定立てたりしてます。これは終わったら捨てます。でこんな感じで何枚かフィルは入れてって、でこの後ろ側からこのくらいはメモスペースになってます。でリフィルは書きたいことに合わせて何種類か入れてます。この一番最初に入ってるのが自分でトモエリバーっていう薄い紙を切って作った雑メモ用のリフィル。これはねサイズが自分で切ってるから全然合ってなくてバラバラだからかえって雑に使える何でもメモにしてます。でここはこれもアシュフォードの、私アシュフォードのリフィル大好きじゃないアシュフォードのリフィルばっかりなんだけど、アシュフォードのドットフォーガンのメモ、これもまあ雑メモなんだけど、こうやってリストにしてちゃんと並べたいこととかを主に書いておくページにしてます。こんな感じ。手帳会議をしてたりもする。こんな感じで、ここが最後か。これもアシュフォードの、これはメモリーフライトっていうトモエリバーだっけな、薄いリフィル。これは最近編み物にハマってるので編み物系のメモを書くのに使ってます。今ちょっと中身他の手帳に移してこの2ページしかないんだけど、ここに編みたいものとかどうやって編もうかなっていうちょっとしたメモをするのにこれは使ってます。でここにはインデックス代わりにアシュフォードのクマ耳のリフィルを入れてます。でこのクマ耳の間はオタク系のメモを入れてます。メモっていうかリストか、オタク系のリストを入れてます。これはアシュフォードの Don't Forget リフィルにストレイキッズの皆さんが今年ワールドツアーをするので、その今出てる日程を書いてます。今ね11月
14日から17日の東京ドームに申し込んでで、今週末チケット当落が出るのでドキドキです。毎日行きたいね。でこれはダヴィンチのチェックリストリフィル。これもストレイキッズの皆さんの予定を書いてます。ちょっと先の予定とかかな。カレンダーに書ききれないけどリストにして見ておきたいやつ的なやつ。ちょっと先の予定、まだ確定してない予定とかを書いてます。最近はなんか全然書いてないけど、ワールドツアーのこのリフィルに書いてるから、これは書かなくていいから、こんな感じで書いてます。でこっちも同じチェックリストリフィルに、これはグッズとか CD とか予約したものを一覧で書いてます。これ超大事予約したもの忘れないようにしないといけないから。でここのチェックリストがこれ2行書いてて2個チェックできるから、私はこれ上が予約したようなチェックで、下が届いたようなチェックで、分かりやすいようにどっちも終わったらこのフリクションスタンプの丸を押してます。最近はちょっとサボってて丸は押してないんだけど、ちゃんとチェックは入れてます。でこっちのダヴィンチのチェックリストリフィルはオタ活の予定を書いてます。最近私田舎から東京に引っ越してきて、都心でのイベントに行けるようになったので、それのチケットを取ったらどこで何時からのやつとかを書いてるところです。で予備のリフィルを1枚入れてて、であとこれ結構前に書いた推しの好きな美女の日付のメモを書いてますめちゃくちゃいいなと思った美女の日付をとどこどこのどういうイベントかっていうのを書いてます。これね、ここにも書いてんだけど、好きな写真貼ってリスト化したいなと思ってこれメモしてるんだけど、全然やってないね。でこんな感じでオタク系のメモは終わりで、あとはその他のメモを最後に入れてます。メモっていうかリストか、その他のリスト系のものを最後に入れてます。これは欲しいものリスト。これ欲しいなって思ってもすぐに買わないで、僕に一旦書き出していろいろ考えてから買うようにするためのリフィルです。これマッシュフォードの Don't Forget リフィル。このリフィルがとても使い勝手がいいのでおすすめです。こんな感じで、ここに2024って書いてあるから、ここが2023年に欲しいと思ってたもので買ったもの、ここが2024年。最近あんまり書いてなかったんだけど、東京に来てから買えるようになったので実物を見てそれを今書き出してます。であとこっちは買った手帳のリストをつけてます。革の手帳とか、あとほぼ日のカバーとかそういう系のやつを書いてます。これ2021年からつけてて、2021年はこれくらい買ってて、ここが2022年で、ここが2023年。2024年は革の手帳を買っていないので書いてません。まだすごくない？1年以上革の手帳を買ってないんだよ。2021年こんだけ買ってたのに。2021年から私手帳に本格的にハマり始めたので、この年はね結構買ってたんだけど、お気に入りがね出てきたからそんなに最近買わなくなりました。今年も買わないで終わりたいなと思ってるんだけど、トラベラーズノートの東京の
なんだっけ、レギュラーサイズの東京のトラベラーズノートめっちゃ可愛くて、実物トラベラーズファクトリーで見たんだけど、とても可愛くて、白押しがね、オーロラの白押しで今すっごい欲しいなと思ってるんだけど、使い道もないから我慢してますで、あとこの辺は漫画をTSUTAYAでレンタルしたりネカフェで読んだりするので、それどこまで読んだかのリフィルと、あとこれ読みたい漫画のリフィル、ここもね最近あんまり書き直してないからちゃんと書こうかなと思ってます。で、最後は2024年のウィッシュリストを書いてるリフィルです。これね、前に動画にしたと思うんだけど、したよね。私よくほぼ日とかについてる100個のウィッシュリストとか全然書けないタイプの人間なので、そういうのはやってないんだけど、その自分でこのリフィルに思いついたら書いていくスタイルで2024年のウィッシュリスト書いてます。2024年9ヶ月過ぎて2つチェックつきました。で、ここの日付のところはやった日を、できた日を書いてます。こんな感じ。ここも書きたいな。もうそろ3500人いきそうなんだけど、今年中に4000人はちょっと無理かなという感じで、この裏にはこれ2023年版のやつを入れてます。で、ここはさっきもこっち側に書いてたこのとりあえずなんかやろうリスト、これの今月分以外のやつをここに入れてます。全然ねできてないし、日付もめっちゃ飛んでるから、まあ適当にやってるんだけど、こんな感じで書いてます。で、あとここはプロッターのペンホルダーリフィル、これに最近私フリクションにハマってて、こっちにもフリクション刺さってるんだけど、これはカラーペンだけのフリクションを刺してます。これクリアのフリクションの本体で、ここに色がないやつが売ってて、これかわいいなと思って、これに茶色とオレンジとあと赤と青、これを入れてここに刺してます。で、あとこれは100均で売ってるシールを貼る剥離紙、セリアで買ったやつなんだけど、これをこうやって2つに折って、片面しかツルツルしてないからシール貼れない方を内側にして折って穴を開けてここに挟んでます。ここにね、これ普段1冊だけ持ち歩き手帳にしてるんだけど、その時にちょっとシールが欲しいなっていう時があったから、ここにシール貼って持ち歩こうと思って、まだシール貼らずにこれだけ入れてる感じです。ちょっとねはみ出すんだけど、別にこうやって閉じたら本体からははみ出さないから、横も何も長さの加工せてただ折って穴開けて入れただけです。 M5 の部分はこんな感じで、クリアジッパーのこのカードポケットのところにはこの付箋、カード型の付箋、ここ付箋かな、ここ付箋カードのだいぶ前にコラボで出てたこの可愛いやつ、これを入れてます。で、こっち側には自分で印刷したチェキ風に印刷した推したちの写真を入れてます。これ普通のカードも入るんだけど、ここが曲がってるからカードも曲がっちゃうので、ちょっと小さめに作ったやつを入れてます。で、これはただシールをそのまま入れてるだけ、こんな感じです。で、やっとこっち側に行く。
反対側はこれもクラフトファイルをゴムで留めて2冊手帳とノートを入れてます。こっち側はこんな感じでノルディのライツ3小型版、これを入れてます。4月始まりのを8月末から使い始めてます。こんな感じで、ペンホルダーはここにカバーについてるので、ペンはフリクションのパン柄、これを使ってます。中身の色は変えてて、黒は普通の黒なんだけど、青いところを見えるかな、緑にして、赤いところをピンク色にして使ってます。でここに3色のフリクションちょうどよかった。ただこんな感じでクラフトファイルに刺してるだけ。これゴムで挟んじゃうととても書きにくいので、このモコモコしたトラベラーズノートはこうやってすぐ外せるようにしてます。でこっちもすぐ外せるように挟んでるだけ。これはダイソーで買ったマルマンのリングメモ A7 サイズ A8 サイズかな、 A7 か A8 かちょっと忘れちゃったんだけど、これを入れてます。でこの挟んでるクラフトファイル超絶に汚いんだけどこれ変えればよかったな、動画撮る前に。これもまあ超リアルな手帳の中身なのでこんな感じ。これはね、前にトラベラーズノートを M5 にして使ってた時に、ここにね穴を開けて、でネジでここに M5 のリングを留めてたので、その穴が開いたまま、ここもめっちゃ汚いんだけど、これがねものすごくクタクタになって手帳2冊挟むのにちょうどいいんですよ。新しいクラフトファイルも家にあるんだけど、ちょっとこのクタクタ感がちょうどよくて、ちょっとみすぼらしいんだけどこのまま入れてます。でこんな感じで、こっちのノルディのライツはこういうオーソドックスなマンスリーとウィークリーがついてる手帳です。ここが3行あって、でこっちは何もない無地のページで、右下のカレンダーは全部のページについてます。私このライツを使う前までセリアで売ってた自分で日付を入れて使う日付フリーのウィークリーノート、これをしばらく使ってたんですよ。これも左側にウィークリーがあって、右側は方眼のメモを使ってたんだけど、引っ越しが8月の半ばに決まりまして、東京に住むことになって、でこの手帳よりもちゃんとした手帳を使って引っ越した後の記録を残るようにしたいなと思って、8月からライツの4月始まりを使い始めました。でマンスリーは予定とかは書かないで、その日にあったことを書いてます。ここ引っ越し、前の家退去してホテル泊まって、ここで東京来たっていうのが分かる。その日に何があったかが分かるような感じで書いてます。で手帳を変えた時とかもここにメモするようにしようと思ってこうやって書いてます。だから全然
毎日書いてるわけじゃない。何かあった時、後から見返してこの日あれいつあったっけっていうのが見返せるような感じにして書いてます。でウィークリーも8月末から使い始めて、ここは本当にモザイクかけてるかもしれないんだけど、普通の手帳として使ってます。こんな感じで、色分けが緑が推し関係のものを書いてて、黒は自分の予定とかメモを書いてて、で赤が重要なこととかそういうのを書いてます。赤じゃないか、ピンクにしてます。で付箋も使ったりして書いてます。最近キャンドゥで買ったお気に入りの付箋、これめっちゃ可愛くて、これ開くとこの絵柄が変わる、この正方形の付箋と縦長の付箋が入ってるやつ、これ結構使いやすくて、ちょっとしたメモとか目立たせたいことを書くのに使ってます。かわいい。でこんな感じで、この辺はねまだちょっと白い面積が多いんだけど、ここから予定がなかった日とか、こういう空いてるところにはその日のちょっとした日記的なメモ的なことを書こうと思って、この週からちょっとみっちりめになってます。で今週がここか。でこの週でちょっと日記的なことを黒で書いたら若干見づらくなったから、日記的なことを茶色で書くようにしました。こんな感じで、あんまりね色使いすぎてガチャガチャしてるから逆に見づらいかな。まあ週ごとにやり方変えて定着するまでいろいろ試行錯誤しようと思います。で先の予定はマンスリーに書かないでウィークリーにこうやって書いてます。こんな感じで、ミニページはやりたいこと、やらなきゃいけないこと、あとメモ、欲しいもの、行きたい場所、それを上から順番に別になんか項目分けとかせずに書いてます。まあ一応やることはチェックリストのボックスを書いて、メモはただ点とか、あと目立たせたいとこ丸で囲ったりはしてるんだけど、こんな感じで右は完全にメモスペースになってます。こんな感じで4月始まりのを買ったから、もうそろそろ1月始まりの使えるのかな。ウィークリーって何月から使えるかな。11月くらいかな。2025年の手帳のウィークリーが使える頃になったらこれを使い続けるか、2025年版の1月始まりを新しく買うか手帳会議しないとね。このライツのこの3行の感じがとても若干物足りなくていいんですよ。あんまり書くとこ広すぎるとスカスカになって嫌だし、これちょっと日記的なものを書くようになったら物足りないなと思って、ほぼ日ウィークス買おうかなと一瞬だけ本当に一瞬だけ思ったんだけど、ウィークスはちょっと大きいし持ち歩きもしづらいので、とりあえずこのノーリツの小型のサイズ感のやつ、それを引き続き買い替えるにしても使いたいなと思ってます。ノーリツ手帳の限定色、去年2024年は出たから多分今年も出るんじゃないかなと思って、それ買おうか狙ってるんだけど、その限定色次第ではこのライツからノーリツに変わる可能性はあります。まあこんな感じで書いて、でこの最後のメモページ結構ついてるんだけど、ここは付
線に書いたメモを貼ってます。直接書いちゃうとなんか嫌だなと思って気分的に付箋に書いたメモ置き場にしてます。これはね、今オタ活で行くところのグッズの何かを厳選したものを書いたり、生き方を書いたりしてます。電車移動になるので、前まで車だったから全然なんか時間とか料金とか気にしなくてよかったんだけど、乗り換えとかね、めっちゃ分かんなすぎて調べたのをメモしてます。で、ここにもさっきのダイソーのブックマークをつけてます。で、こんな感じで、あと路線図は使わないので、ここは付箋置き場にしてます。こんな感じで 2,3 枚くらいずつ付箋を貼って、外でも付箋に書きたいとき使えるようにしてます。で、こんな感じで終わり。しおりは1本しか使ってないの。ここちょっと邪魔だからここに入れて出てこないようにしてます。で、こんな感じで、最後の〇〇のメモは、これ持ち歩きの手帳だから、外出先でちょっと雑記を書きたい時とかメモを書きたい時に使ってます。 M5 のところにもメモリフィルいっぱい挟んでるんだけど、この手帳に挟んだまま私こうやって書くの苦手なので、スッと出して集中して書けるようにこれを使ってみました。こんな感じで、ここから切れるようになってるんだけど、だいたい M5 のリフィルのサイズと同じくらいのサイズだから、ここで切ってまとめておきたいことは、ここに穴を開けて M5 に閉じれるなと思って、メモを書くときはちょっとこの辺1センチくらい開けて書いてます。こんな感じで書いてます。で、持ち歩きのトラベラーズノートの中身は終わりです。私今まで持ち歩き手帳でこんなにパンパンなの使ったことないんだけどどんだけでもこれだけ持ってればとりあえず安心できる感じの手帳になってます、私的に。持ち歩くときはペン2本いらないから、こっちは抜いてこれだけで出かけることの方が多いです。とりあえずでもこれを挟んどく。こんな感じです。これには手帳だけ入れてこうやって持ち歩いてます。最近使っている手帳2冊目はプロッターの M5 サイズです。これはさっきも言ったんだけど、前まで持ち歩き手帳にしてました。今はリフィルの保管用と雑記用の手帳になってます。こんな感じで開けると推しのトレカが入ってます。これはただ100均で売ってるトレカ用のスリーブに穴を開けてるだけで、ここからメモになってます。ちょっとね、東京に引っ越してきてからバタバタしてて、こっち側の雑記用デイリーページ用の手帳が全然書けてないんですよ。でもちょっとメモに残しておきたいことが出てきた日に、こっちにとりあえず書いておこうかなと思ってセットした手帳です。ここにも書いてんだけど、368ページノート追いつくまでここに書いて、で後で直接貼っちゃえばいいじゃんと思って、こうやって片面だけで書いてます。で、最近万年筆使ってなかったんだけど使いたいなと思ったので、トモエリバーのリフィルを自分で M5 サイズ用に切って、それを使ってます。
使ってる万年筆はカベコのマキアート、めっちゃ可愛いでしょ。でインクはインク工房の273番、これを使ってます。とても可愛いでしょ、この組み合わせ。こんな感じで、基本はどの手帳も変わらないんだけど、シール貼って日付書いた後適当に文字だけで書いていくっていうのは、手帳の形が変わっても変わんないんだけど、こんな感じで書いてます。でこれ今日のページのところにはディバイダー代わりにトレカをスリーブに入れたのを挟んでます。これ切り込みを入れてるから剥がせる。最初はこう開いた時にここに正面見えるようにしてたんだけど、こうやってした時にここにちゃんと見えてた方が可愛いなと思ったので、開いた時をメインにして挟みました。可愛い。こんな感じでリフィルをしばらく挟んでて、であと後半は持ち歩き用の手帳に入らなくなったデイリーリフィルとかメモリフィルを挟むようにしてます。でデイリーリフィル入らなくなったやつとメモリフィル入らなくなったやつを入れてます。でこれゴムバンドのリフィルつけて開かないようにして、これは家置き用の雑記とメモとして使ってます。で次、これは前にもこれ単体で動画出したんだけど、ほぼ日手帳のカバーにセリアの文庫サイズの1日1ページノートを入れてる手帳です。中身はこんな感じ。確かね、動画でこれ紹介した時にはシール貼ってなかったんだけど、シールを貼りました。でここに確かこのウィークリーを挟んでたんですよ。前に動画で紹介した時はこんな感じで、でもこれはもう使ってないから外して、この薄い手帳をここに挟みました。前の動画から変わったとこだけ説明しようかな。これは入れ子手帳っていう手帳を8月からだっけな、使い始めてます。これはね、こんな感じで上にガントチャートのマンスリーがあって、下がバーチカルのウィークリーがあるんだけど、こういう風に下側だけめくれてガントチャートを見ながらこの下が書けるっていうやつ。これ YouTube で紹介してる方の動画見かけて速攻買いました。これナンバー2って書いてるんだけど、1年が前半と後半に分かれてて、後半の7月から2025年の1月までの分が売ってたので、後半のだけを買って今使ってみてます。これは推し手帳として使ってます。推しの予定とか SNS の更新されたところにマークをつけたり、ライブがあった日にマークつけたりしてます。でこのバーチカルのところには時間とか関係なく推しの大まかな供給のまとめを書いてます。 YouTube 更新されたり、ショート動画更新されたり、あと写真がアップされたり、インスタ更新されたり、音楽番組あったりした時のことを書いてます。これもね、ちょっと引っ越しのバタバタで9月分書けてないんだけど、これは SNS を見ながら追っかけて書ける手帳なので、ぼちぼち再開しようと思ってます。こんな感じで、これはね、見た目も可愛いし薄くて
これトラベラーズノートにもギリギリ挟めるサイズらしいので、いろんなところに入れ替えて使えるかなと思って、これをちょっと2025年度版も発売されたらとりあえず買っとこうかなと思ってます。であとここにトリカとかなんやかんやをいろいろ入れてて、であとはここは前にも紹介したんだけど、こんな感じで書いてます。雑記をとりあえず書いてます。こんな感じでシールを適当に貼って日付スタンプを押して、あとは適当に文字だけで書いてます。でここの下にチェックリストがあるんだけど、そこは健康記録、体調記録とやったことリストを書いてます。詳しい使い方は他の動画で紹介してるので、もし気になる方はそっちを見てみてください。で写真はこれには貼らないようにしてたんだけど、この日とても興奮して推しのライブがあってとても興奮して、これはフォメモで白黒のやつで印刷して貼りました。他にも貼ってるかなあ、ここも貼ってる。ここめちゃくちゃかっこいいの、やばかった。でこの文字だけの手帳はカラーの写真じゃなくて白黒がいい感じになりました。でこれもね、さっきも言ったけど全然かけてなくて、引っ越しが終わったところから全然かけてなくて、この間カフェ手帳動画で日付スタンプだけ押してその日にちょこっとだけ書いたんだけど、そこからまた手をつけておらずこれもねちゃんと埋めようと思います。今はこっち側にちょこちょこっと書いてるので、この辺埋め終わったらリフィルだけここに貼っていこうと思ってます。そんな感じで適当に使ってるノートです。でこっちはこれはフリクションの黒が入ってます。これはこっちの手帳を書くために入れてて、でこっちのペンは無印のサラサラ×ゲルインキボールペンノック式の 0.5 のグレーを使ってます。半分くらい使ったかな。これ1本使い終わりたい。で中身はこんな感じで、この後ろのポケットにはトラベラーズノートのシール台紙リフィル、これを入れてます。こんな感じ。こんな感じで、ちょっとこれ最近重いなと思い始めて、これも持ち歩きできたらいいなと思ったんだけど、重すぎて絶対無理。カフェ手帳をしに行く時しか持ち歩きできません。こんな感じでした。で最後はこれは無印良品のリフィルノートの英語サイズです。これは私の本当に何でもメモする何でもノートになってます。表紙これクリアのこれ何リフィルだっけ、カードポケットがついたリフィル。これに推しのトレカと、あと推しの誕生日の日付のこれポストカードサイズのメッセージカードだったかな、これを入れてます。でこの裏側にはネットで見つけて印刷したハングルの50音表みたいなやつ、これを入れてます。ハングル読めるようになりたくて勉強してたんだけど、最近あんまりやってないけどここに入れてます。であとは本当に普通のメモ、インデックスは3枚入ってます。本当に適当なメモ。これスキズのルーズマイブレスの MV が
解禁された時に考察的なことをしたやつ挟んだまんまにしてる。であと欲しいもののやつとか、これ入れ子手帳、さっき紹介したやつの書き方を買う前にちょっとどうやって書けばいいか模索してた。リフィルとか YouTube のメモとか手帳のメモとかそういうのを書いてます。でこれはスキズのシーグリのグッズのブックマーク。この手帳には合わないから細いクリアファイルに穴を一生懸命これ一つずつ開けたんだけど、でも全部開いてると使いにくかったから真ん中と上下だけ残して切り落として、これをしおり代わりに使ってます。こっちにもトリコを入れてかわいい。こんな感じで下をちょっとはみ出させてつけてます。でこのルーズリーフは100均のやつです。方眼のやつとあと罫線のやつ2種類使ってます。特に使い分けはしてないんだけど、その時に出てきたやつを使ってます。で2つ目のインデックスのところには編み物のメモを書いてます。編みながらこうしていけばいいんじゃないかっていうのをちっちゃい手帳だとちょっと書きにくいから、この英語サイズに書きながら書いてます。これはダイソーで売ってるちっちゃいルーズリーフ。これもちょっとしたメモをするのに使ってます。前はこのサイズのルーズリーフ1冊編み物用の手帳にしてたんだけど、ちょっと小さすぎるなと思ったのでここに書くことにしました。で3つ目のインデックスはこれ無印の日付フリーのマンスリーが入ってます。ここはね、推しの予定を1年間まとめるカレンダーにしたいなと思って入れてるんだけど、まだ全然制作に取り掛かれてないところ、そろそろやりたいんだけど、こういう風にフリクションスタンプを押したりして、この日に主に何があったかとか、移動をした日とか、その時にライブがあったこととかを書いていこうかなと思ってるところ、まだできてないリアルすぎるでしょまだできてない。でこんな感じでリフィルノートの中身は終わりです。これはね、あんまり厚すぎると使いにくいので、適宜厚くなったらリフィルを取り外して使ってます。だからだいたい片面しか使ってないです。右ページだけ使うようにしてます。こんな感じということで、今のところ、全部は毎日使ってないんだけど、よく使ってる手帳はこの4冊になりました。またすぐいろいろ変わると思うんだけど、とりあえず今はトラベラーズノートにこうやってパンパンにして持ち歩くのがしっくりきてます。また新しい手帳買ったり中身に変化があったら動画にしようと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。また他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。